こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。10代、水面鏡さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも解説動画や添削動画、わかりやすく自分に当てはめて、うまく見せるポイントや工夫の仕方を学べるので、とても助かっています。今回の私の悩みは、線についてです。他の絵師さんなどを見ていると、バランスはもちろんですが、線の綺麗さに驚きます。デジタルの下書きの上に引かれる形の綺麗な線。アナログの人を見ると、特に同じ鉛筆など、身近な文房具で描いているにもかかわらず、塗り方やキャラの輪郭の線がすっきりとしていて、完成された形という感じがします。私が鉛筆やペンで描いていても、うねうねっと迷ったり、何本か引いてしまったり、なかなか一本のすっきりとした線になりません。どうも正解の線を選んで描けていない。そんな感じがしてしまいます。一体どんな練習をすれば、しっかりとした魅力的な絵の線を描けるようになるのでしょうか。ぜひ教えてください。とのことです。はい、水面鏡さん、ご質問ありがとうございます。これはですね、多分絵を描き始めた人、あるいはこれから描き始めようとしている人にとって、一番興味があることだと思います。実際もですね、この質問めちゃくちゃ多いですね。ということで今回は、線を綺麗に描く方法とその練習法について詳しく解説を加えていこうと思います。この動画を見ていただければ、質問者さんと同じように線をきれいに引くやり方がわからない、思い通りに描けないというお悩みを一刀両断。そうか、そうすればよかったのか、と、すっきりした気持ちで、次の一歩に進んでいただけると思います。ぜひ、最後までお付き合いください。今回は、線を思い通りに引く方法、そしてそのためのコツを5つ紹介します。何を隠そう、僕もですね、結構ね、線は苦手な方だったんですが、今から紹介する方法を実際にやってみて、かなり効果があった方法です。ぜひ、参考にしてみてください。それでは早速、行ってみましょう。お手本の線を真横に置いて描いてみよう。まずね、とりあえずこれを試してみてほしいっていう方法なんですが、綺麗に線を描けている人の絵をお手本に線を自分でも描いてみるっていう方法です。いやいや、そんなの当たり前じゃんってね、バカにする人いると思うんですが、いや、でもね、ご自分の胸に手を当ててよーく考えてみてください。実際にじゃあこれをやってみた人ってどのくらいいるでしょうか？僕はですね、おそらくこれを見ている人の1割もいないんじゃないかなって思うんですね。やり方はアナログでもデジタルでも基本一緒です。お手本にしたい絵をもう横に置くとかそういうんじゃなくて、今から線を描く画面に貼り付けてください。アナログだったらコピーを取ってその上に描きましょう。今回は他の人の絵を使うことができないので、自分の絵をお手本に使ってみます。そしたらね、その線の横に同じに見えるように線をこんな風に描いてみるんですよ。どのくらいの太さで描いているのかな？入れ抜きはどのぐらいつけてるのかな？その他にどんな特徴が線にあるんだろうって見比べながら同じになるようにチャレンジしてみてください。でね、もし見比べて全く同じに描けなかったとしたら、こんな風にね、左右見比べて、全然違いますよね。こんな風に思い通りに描けなかったとしたら、いろいろな描き方を試してみるのがいいです。例えば、綺麗な線を描こうとしている人は、ワンストロークで描こうとする人が結構いますが、ワンストロークでシュッと描いてみて、全然違うなって思ったら、じゃあ次はゆっくりめに描いてみたとしたら、近い線が描けるだろうかってね、ペンの速度を変えて試してみたり、あるいはね、もう一発で線を描けないんだとしたら、重ね書きして2回、3回線を重ねてみたら、綺麗に整えることができるだろうかってやってみたり、あとはね、僕が見た中でこういう人もいました。わざと線と線の間隔を空けて描いていって、で、後でその隙間を埋める人。こういうね、描き方も実際にあります。それと、僕は結構これをおすすめしているんですが、長いストロークだと思い通りの線画が描けないという人は、こんな風に短いストロークの線を止めながら、継ぎ足しながら描いていくっていうやり方ですね。これはね、比較的コントロールがしやすい描き方ですね。あとは線に少しケバケバした感じが残ってもいいような線質の場合には、こんな風にわざと線をケバケバと荒らしながら描いていくように、ちょっとペンを戻しながらね、描いていくっていうのもありだと思います。こんな風に一つのやり方だけではなく、いろいろなやり方を試してみてください。お手本にしている人の脳みそと、あなたの脳みそは違うものですので、全く同じやり方をしてみても、その線を再現できない可能性は十分にあります。なので、あなたなりのやり方で、お手本の線を再現できる方法を探ってみることが、一番のね、近道だったりします。まずはこのやり方、試してみてくださいね。
下書きをしっかりしよう。でね、もしかしたらこれをやってみた結果、水面鏡さんは、あれね、なんか思い通りに描けちゃった。線自体はうまく描けるのかもってなる場合があると思います。そうなった場合、疑ってみてほしいのは自分の下書きですね。水面鏡さんの質問には、こうありました。線がうねうね迷ってしまったり、何本か線を描いてしまったり、一本のスッキリとした線になりません。どうも正解の線を選べてないような気がする。これはですね、僕が思うにきっと、下書きをしっかりせずに線画をしてしまっている、そういう人の特徴だと思うんですよ。そういった方は、まずはしっかりと下書きをすることをお勧めします。やり方はシンプル。下書きを2、3回してみてください。ポピュラーなやり方としては、こういうやり方があります。まずね、1回ざっくりとした下書きを書きます。第一下書きの時には、この時は線を何度も何度も重ねたり、こうかな、それともこうかなっていう迷い線がたくさん含まれていて大丈夫です。逆にね、何本も何本も線を書いて、この中から何本か気に入ったものを選び出す、みたいな意識で書いてみてください。はい。それが書けたら、今度は第二下書きです。今書いた下書きを薄く透かします。アナログの場合には別紙を用意して、それをね、トレースしながら書いてみてください。おそらくですね、水面鏡さん、この過程か、次の過程をすっ飛ばしているから、思い通りの線画が描けていない可能性が非常に高いと思います。第二下書きでやることは、先ほど何本も何本も書いた線の中から、もう少し線を減らすようなイメージで、線を選んでいくっていうことです。ここでもまだ線を一本に整理しきる必要はありませんが、第一下書きよりも整理するように意識しましょう。で、最後、ダメ押しの第三下書きです。第二下書きからでもね、プロはうまく正解の線を拾うことができますが、あまり絵を描き慣れない人はですね、もっと正確な下書きをするのも良いです。またね、下書きを透かしながら、今度はね、もうほぼ清書じゃんっていうぐらい正確で納得のいく下書きをしてください。もうね、途中で納得がいかなかったら、消しゴムでそこを消して、で、もう一度線を引いてみるというのも大事なポイントです。この第三下書きで納得のいく下書きができたなら、それをね、清書でただただなぞればいいわけですから、そう考えるとこの方法をすれば、納得のいかない線画ができるわけがないんですよね。はい。こんな感じ。このように納得がいくまで2、3回に分けて下書きを整理してみることで線画は圧倒的に綺麗に描けるようになります。ぜひ参考にしてみてください。斜線、網掛けの練習をしよう。もう一つ、線がうまく描けない理由、可能性としてあるのが、そもそも使っているツール、ペンを使いこなせていないっていうことがあると思います。特にこれは、アナログの場合は G ペンとかミリペン、デジタルの場合には液タブとか板タブ、そういったツールの使い慣れから来るものがあると思うんです。いくらね、優れたツールを使っていたとしても、脳みそと手がリンクしていなかったとしたら、思い通りの線が描けるわけはないですよね。そんな時の練習法として最適なのが、漫画によくある斜線や網掛け、効果線を描いてみるっていう方法です。効果線、こういうのとか、こういうのとか、こういうのですね。現代はね、こういう効果線ってデジタルで色々な素材が配布されていますので、そこまで自分で全部描く必要はないっていうのが正直なところではあるんですが、線のね、練習としてはもううってつけです。だってね、もう単純にいっぱい線を描く必要が出てくるからです。これもね、さっきと同じように、お手本を用意してからですね、同じ太さ、同じ密度、同じ濃さになるようになるべく意識を働かせながら真似していってみましょう。例えば、これも僕が以前に描いた漫画の一コマですが、この絵の人物の顔の赤みを表す斜線。これを真似してみましょうか。線の太さはこのぐらいで、密度を意識しながら、シャッ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 。はい。さらに角度を変えて線が重なっていますから、もう一度、シャッ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 シャと。はい、こんな感じ。大体ね、斜線は真似できましたね。で、次は、このコマのウニフラ。このね、セリフの部分の線ですね。これも練習になりそうですよね。これも真似してみましょうか。線はこのぐらいの太さかな。で、このぐらいの密度で、ちょっとスカスカですね。もうちょっと密度を上げてみましょう。お、いい感じですね。どんどん描いていってみましょう。はい、はい、はい、はい。はいとこんな感じ。次はこのコマの髪の毛のツヤ、いわゆるツヤベタも真似してみましょうか。まず黒く塗りつぶして、そこに白を選んでと、シャッ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 、シャッ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 、シャッ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 と。
はい、うまく描けましたね。今はね、僕の絵というか、バキの板垣先生の真似をした絵を真似しながら描いてみましたが、自分の好きな漫画のコマなどを参考に練習にしてみると、すごく練習になって、綺麗な線を描けるようになると思います。ただね、最後に補足するんですが、線が下手だからといって、絵が下手というわけではありません。線の上手さイコール絵の上手さというわけでは決してないからなんですね。なので、線がうまく引けないからといって、それが全部絵の下手さにつながるわけでは決してないので、そこだけはごちゃ混ぜにしないようにしてくださいね。設定を見直そう。はい。これはですね、アナログではできないデジタルのみの解決法になってしまうんですが、サポート機能を大いに利用するというのも一つの手です。例えば、お絵描きソフト、クリップスタジオペイントには、線を綺麗に描くための設定が用意されています。例えば、ペン設定のツールプロパティのところに、手ブレ補正っていう設定項目がありますよね。これが0になっていると、線がヨレヨレとなってしまうことがあるんですが、この手ブレ補正の値を高く設定しておけば、ほら、さっきと同じように描いても、シュッと滑らかな線に補正されるんですよね。また、クリスタの場合には、ベクター線というのがあって、後々線を補正できるのが特徴なんですが、はい。まずですね、ベクターレイヤーを作ります。で、ここに線を描いていきます。はい。でね、こんな風に、ワンストロークで綺麗な線が描けなかった時の、微妙なね、繋がらない線があるじゃないですか。こんな時に、線補正ツールの中の、ベクター線つなぎっていうツールで、ほら、なぞってあげると、ほら、ね、綺麗に繋いでくれちゃうんですよね。で、さらに線をもうちょっと太くしたいなってなったら、ここの指定幅で太らせるっていうチェックを入れて、線をなぞると、なんと線が太くなりますし、指定幅で細らせるにチェックを入れれば、線を後から細くすることもできちゃいます。ぐにゃぐにゃっと不安定な線なのであれば、一定の太さにするでなぞれば、ほら、安定した形に修正してくれたりもします。これね、便利ですよね。線が苦手っていう人は、さっき紹介した練習をするでもいいですし、こういうサポート機能をうまく使うことでも、綺麗な線を実現することはできちゃいます。うまくね、機能を利用していきましょうね。読み切り漫画を描いてみよう。はい。最後の線画が上手くなる方法はですね、やっぱりもうこれだと思います。読み切り漫画を1本描いてみることです。はい。もうはっきり言います。線の上手さは反復練習でかなり決まります。はい。そうなんですよ。でですね、その上で、僕の偏見からものを言うと、これね、あくまで偏見ですからね。そうじゃない場合もあるんですが、多くの絵を描く系のクリエイターを見てきた感じ、もうね、単純に漫画家が一番線の数を描いているので、線の綺麗さ、速さではもう漫画家にはね、もう逆立ちしても勝てません。で、次がイラストレーターですかね。イラストレーターはそんなに速さはありませんが、線画も描いている方だと思うので、線をね、綺麗に描ける人は多いです。でね、学生さんを含めるのであれば、次が専門学生ですかね。専門学生は目指す方向とかもありますが、就職をね、一番の基準にして考えているので、線をね、比較的綺麗にしようと努力している人が結構多いので、線が得意な人が割と多めな印象です。で、次が美大生でしょうか。美大生はね、処理の綺麗さっていうよりかは、絵作りのことを一番に考えているんですが、それとは別にね、反復練習なんてしてられるかみたいな芸術肌の人が結構多めな印象なので、線はね、もうはっきり言って下手くそな人が多いです。あと、なぜかはわかりませんが、玉火よりもムサビの人の方が線が綺麗ですね。なぜか。はい。僕もですね、もともと線がすごく苦手だったんですが、線画がある程度描けるようになってきたきっかけとして、漫画を描いたことがきっかけでした。イラストってですね、どうしても一枚一枚別のものとして考えることが多いので、そこまで線の太さや線質とかに意識を配らなくても、その場のノリでね、なんとか描けてしまうんですが、漫画を描いていくと嫌おうなしに意識させられるんです。線の太さをある程度統一していかないと、次のコマとの連続性がなくなるな。線の太さをキャラクターの方は太くして、背景は逆に細くしないとキャラクターが沈んじゃうな。影を表現するための斜線は、主線に比べてどの程度細くする必要があるんだろう。吹き出しの太さってどのぐらいの太さがいいんだっけ。そんな風にね、線
ということ一つとってもめちゃくちゃ考えることがあるんですけど、読み切り漫画を描くということは、それら全てに自覚的になって、全部を自分でコントロールする必要が出てくるんですよね。そして何よりも線画が上手くなるには、さっきも言いました、反復練習。絶対これが必要。だってね、もうこればかりは体に叩き込まないと、どうにもね、ならないんですよね。これはね、もうスポーツと同じです。そのためにも、読み切り漫画を描くのが最強です。漫画の絵ってですね、基本全てが線でできています。だから、漫画を描くだけでも、この反復練習を繰り返すことになっちゃうんです。読み切りって言ってもですね、40ページの対策をいきなり書かなくても大丈夫です。16ページ。いやいや、8ページでも十分でしょう。線画がどうしても苦手って感じている人は、線に対する意識と、そしてただ単純に反復練習が足りていないだけです。なのでね、もうとりあえず読み切り漫画描いてください。それだけでね、線は確実に上手くなるはずです。イラストレーターの僕がね、漫画描けっていうのもちょっと微妙かもしれませんが、これはね、実体験からしてかなり確実なことですので、最後にお伝えしました。最後にね、割とマッチョなことをお伝えしてしまったんですが、これさえあれば確実に線の上手さに直結するよということをお伝えしたつもりです。水面鏡さん、諦めないで応援しています。お知らせです。動画販売サイトビミオにて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。